This video is brought to you by Okinawa Tataki Spitz River Trekking. ジャングリアで楽しんで、スパで風呂に入って帰ろうかって人は、ターク&スパワンデイチケットを購入すべきで、入場料金が35,200円。そこにプレミアムパスを追加するとしよう。プレミアムパスがあれば、整理券をもらうのに並ぶ必要もなく、体験時間も指定して確保できる。はいさい。沖縄で暮らして25年。眼中パパです。ジャングリアの続報が出されていたので、遅ればせながら解説・紹介動画を作りました。今回はプレミアムパスです。簡単に言うと、USJ でいうところのエクスプレスパス、ディズニーランドではディズニープレミアアクセスにあたるチケットです。つまり、時間をお金で買えるチケットよね。まあシンプルに言うとそういうことだね。ジャングリアにも存在して当然のごとく発表されました。この動画原稿を書いている今2025年5月11日現在ではまだ未発売です。チケットは公式ホームページから購入が可能になっています。はじめに現在紹介されているチケットを正しく理解しましょう。動画の内容に入る前に宣伝させてください。私はこんな人です。興味のある方は動画を停止させてフリップをご覧ください。このチャンネルの動画を見ていただいている約 90% 以上の人がチャンネル登録していただいていない方だというデータが YouTube より出ております。ぜひ見終わった後にチャンネル登録、いいねボタンのクリックをよろしくお願いいたします。ものすごく励みになりますので。はい。ところでジャングリアって何なのという方は概要欄に私の過去の動画のリンクを置いておきますので、そちらをご覧になってください。では本編スタートです。まずはチケット料金からおさらいです。ここで現在紹介されているチケットを正しく理解しましょう。パソコンだと画面右下に出てくるオレンジをクリック、スマホの場合は右上の日本線をタップし、出てきたオレンジをタップするとチケット詳細画面が出てきます。最初にジャングリアだけを楽しむかスパも楽しむかを決めないとダメです。ジャングリアだけなら大人料金6,930円、子供は4,950円。スパだけって人は最初はいないと思うので、ジャングリアで楽しんでスパで風呂に入って帰ろうかって人はターク&スパワンデイチケットを購入すべきで、大人が9,570円、子供が6,490円必要です。このチケットページ、パソコンで見ると小さくしか出てきません。読むの大変。携帯で見た方がはるかに読みやすいです。料金が国内向けと海外向けの2種類あるんでしょ？そう。だけど海外在住者向けのチケット料金は表示されていません。試しに公式サイトの言語表示を日本語から他の言語に切り替えたら、海外在住者向けの料金表が表示されました。まあいろいろ突っ込みどころはあるけれどスルーしましょう。最初にその価格設定を聞いたとき、国内在住を証明する書類の提出とか面倒くさいなぁと思っていました。今回公式サイトを通して事前購入の手順を見てみたら、会員登録することで証明書類の提出は必要なかったです。とりあえず登録したら国内在住料金で購入できるってことね。現地ジャングリアに来てから国内向けの料金で購入するには、国内在住者の証明書を見せないと買えないと書いてありました。ちなみに証明書類で有効なのはこれらになっています。パークとスパ両方のチケット買ったらちょっとでも安くしてくれてるのかと思ったら、そのまま足した料金だね。だね。で、今回の動画のメインとなるプレミアムパス見てみよう。まず最初に書いてあることを整理すると、1、ワンデイチケットがあればパーク内の全アトラクションを体験できる。まあ基本だね。そうでなくっちゃ。2、整理券が必要なアトラクションがある。整理券は無料です。そうなの？どのアトラクションか教えてよ。ホライゾンバルーン、スカイフェニックス、タイタンズスイング、ツリートップトレッキング、スカイエンドトレッキング、ヒューマンアロー、グラビティドロップ、バンジーグライダー、8種類。結構多いじゃん。整理券はどうやったらもらえるの？タークのオフィシャルアプリにワンデイチケットを登録する必要があると書かれているが、そこから先はまだ何も書かれていません。ターク来場までにオフィシャルアプリをダウンロードしてワンデイチケットを登録しておくのがおすすめとも書かれていました。ここで購入をおすすめされるのがプレミアムパスです。プレミアムパスがあると、1、指定時間に待ち列をスキップしてアトラクションを利用できる。2、数に限りがある整理券も体験時間を指定して確保できると書かれています。ちょっと待って、整理券の数には限りがあるんだね。プレミアムパスがなかったらその整理券をもらうのにまず並ばないとダメってことで、
それからアトラクションを体験するのにまた並ばないとダメって意味？この説明を読むとそう理解できるね。プレミアムパスがあれば整理券をもらうのに並ぶ必要もなく、体験時間も指定して確保できるって書かれています。こりゃプレミアムパス買わないといろんなアトラクションを体験するなんて絶対無理でしょ。そもそも整理券がいらないアトラクションもあるよ。これらは整理券をもらわずにそのまま並べば体験できると書かれています。スタンバイアトラクションと呼ばれていて5種類、ダイナソーサファリ、ファインディングダイナソーズ、バギーボルテージ、ファンアドベンチャーコース、バギーボルテージ、アドウレナリンチャレンジコース、ヤンバルフレンズ、あともう一つショーアトラクションというのもあります。7種類、ジャングリアスプラッシュフェス、ジャングリア花火、ジャングリアナイトフェス、ワイルドビート、エクストリームアクロウ、スプラッシュバトル、ハイサイ、ジャン。プレミアムパスの指定入場時間までにショーエリアに行けば他のゲストよりも優先的にショーエリアに入場でき、自由に観覧場所を選べます。自由に観覧場所を選べるってどれだけ優遇されちゃうのよ。プレミアムですから。優遇されちゃうのよね。ね、このプレミアムパスの料金も出てるのかな？はい、出てました。全部で15種類のプレミアムパスが発表されています。こんなにバラバラなの？とりあえず説明させてね。ダイナソーサファリとバギーボルテージ、ファンアドベンチャーコースが2970円。ダイナソーサファリとバギーボルテージ、アドレナリンチャレンジコースが2970円。ダイナソーサファリとヤンバルフレンズが2970円。ファインディングダイナソーとバギーボルテージ、ファンアドベンチャーコースが2970円。ファインディングダイナソーとバギーボルテージ、アドレナリンチャレンジコースが2970円。ファインディングダイナソーとヤンバルフレンズが2970円。ここまでが1つのパスで2種類の体験が可能なプレミアムパス。あとは1つのパスで1種類のみです。スカイフェニックス、ホライズンバルーン、バンジーグライダー、グラビティドロップ、ヒューマナロー、タイタンズスイング。ここまでの6種が2640円。スリートップトレッキング、スカイエンドトレッキング。ここまでの2種が1980円。ジャングリアスプラッシュフェスが990円。当たり前すぎる疑問なので、公式サイトには何も書かれていないのだけれど、プレミアムパス1枚は1人にしか適用されないんだろうね。はい、多分。っていうことは4人家族でジャングリアに行くとするよ。設定は中学生1名、小学生1名の4人家族。スパも入るとしよう。そりゃせっかく行くんだからジャングリアのスパも話のネタに入っておきたいからね。まずはパーク&スパワンデーチケットお得な500円分フードカートクーポン付き。12歳以上が大人だから、中学生はもう大人料金。大人9570円 ×3 名で28710円。子供1名で6490円。入場料金が35200円。そこにプレミアムパスを追加するとしよう。どれ買うの？そりゃ一番ハードなやつ攻めるでしょう。ダイナソーサファリとバギーボルテージ、アドレナリンチャレンジコースが2970円。名前がアドレナリンチャレンジコースだよ。アドレナリンでチャレンジする中、ハードであるに違いない？これを4名分購入すると2970円 ×4 名で11880円。入場料金と足して47080円。あとのアトラクションは並んで乗るか？絶対体験したいものを単品でプレミアムパスを購入する。例えばバンジーグライダーとかグラビティドロップ、もしくはヒューマナローかな。そうすると2640円 ×4 名で10560円。4人で1つの乗り物に乗るためのプレミアムパスを買うたびに1万円が飛んでいくってことだね。どうなのよこのシステム。私沖縄在住でディズニーとか USJ に行ったのもはるか昔で、記憶にあんまりないけれど、比較してどうなんだろうか。お得なの？高いの？皆さんの意見をコメント欄で聞かせてほしいです。どうする？行く？1回は遊びに行きたいけれど、1回行ったら家族4人なら最低でも35200円。でもそれならアトラクション全然体験できないんじゃない？プレミアムパスを1つだけ買って総額47080円は妥当ません？沖縄県民用に年間パスポートが出ないかな。美ら海水族館のパスポートの価格の感覚で。美ら海水族館は本当にパスポート価格が良心的でびっくりだよね。2回行けばもう元が取れちゃうんだから。ジャングリアには行ってみたいけれど、行くたびに5万円弱の出費ってうちなんちゅに厳しくない？うちなんちゅというのは沖縄県民のことですね。
沖縄県民がリピーターになるのは結構ハードル高いよね。私の本職は沖縄北部タータキでのリバートレッキングガイドですが、こりゃ今夏のマリン関係には激動の夏になるかもね。ジャングリアにレジャー費用で旅費の5万円取られたら、他の海、滝レジャーにも同様にお金出せるかな。ジャングリアでプレミアムパスに課金しすぎて、後の日程はホテルのビーチでのんびり過ごしましょうとなっちゃうかもしれないよね。こりゃ沖縄のレジャー業界どうなるんだろうか。私はジャングリアのテーマが沖縄のジャングルと聞いた時から注目していました。どんな施設ができると思ってたの？全天候型の屋内ジャングル施設、広大な滝が何箇所も作られてる。お客さんは濡れてもいい格好に着替えて水遊びしたり、滝に打たれたり、滝壺に飛び込んだりできるような施設なのかなって予想していました。全天候型のそんな施設作られたら、もうタータキなんて誰も来なくなるよ。だからよ、そう考えて転職しないとダメかなと考えていたのですが、発表されたアトラクションはそんなに私の仕事とは被らなかったです。むしろ普通の遊園地、テーマパークはちょっとジャングルに寄ってるだけって感じに見えるね。いつもリアルな滝、川、ジャングルをガイドしてお客さんが楽しそうに遊んでいる姿、表情を見ているから、こりゃこの仕事を諦めるのはもったいないって思いました。アトラクションの面々を見るとジャングリアも楽しそうですが、リアルな大自然と遊べるタータキも楽しすぎるので、ぜひ沖縄にお越しの際はタータキにも遊びに来てください。スピッツのツアーに参加していただけたら Google 口コミ評価 5.0 の極上の大自然体験お約束します。この動画が参考になったら高評価ボタンのクリックをお願いします。また私の動画を見ていただいている約 90% の方がチャンネル未登録の方なので、ぜひチャンネル登録にご協力いただけると嬉しいです。最後に私の本職タータキリバートレッキングツアーの曲を聴きながらお別れです。また次回の動画でお会いしましょう。沖縄タータキトレッキング、一組貸し切りガイドスタイル、リアルな自然でファンタスティック、川の中横切りリバートレッキング、岩から飛び込むナイスジャンピング、滝の下かいくぐりリフレッシング、魚エビいつでも見れるよ、たまにうなぎも出てくる、トカゲヘコみんな大好き、これでお金もたまっちゃう。沖縄の遊びだ海だけじゃない、沖縄大自然滝が楽しい、海しか知らないもったいない、タータキ知らないもったいない、おいでよスピッツツアー、過去一楽しかったコメントいっぱい、誰でも満足笑顔がいっぱい、沖縄来るなら